大きな困難に直面したとき、そこから回復していく人間の力をレジリエンスと言います。それは潰されたゴムボールが元に戻ろうと跳ね返すような回復の力です。人により回復の形は様々ですが、困難に直面した被災者にはそれぞれにレジリエンスのストーリーがあります。なんで私たちがこんな目に遭うんだろうなっていうのと、だってそんなこと絶対ないじゃん。あれだけ安心安全って言ってたとこが爆発して、3号4号までもうみんな爆発して初めて津波が来たんだって、みんな亡くなってんだよっていうのを聞いて、何にもないの？そしたらもう何にもない、みんな流されてないんだよって。みんなで会える場所もないし、情報を交換することもないし、なんかそういう場所がないと。こう訳も分からず、患者さんをとりあえず外に出そうっていうことに、使ったことのない非常階段を使ったりとか、担架も足りない、歩けない患者さんも多いっていうことで、シーツで患者さんを運んで、その間もすごく揺れてるので、どうしたらいいんだろうっていう。誰が悪いわけでもないのに、人間がこうどん底に落ちるとこういうふうになるんだなっていうのはね。人々が声かけ合って励まし合って、でそこで活気が持てる。乗り越えたわけじゃないから、乗り越えるっていうのは困難にぶち当たっても、その困難ととことん向き合っていることが僕は楢葉町で生まれて楢葉町で育ったんですが、楢葉町の小学校中学校を卒業して、でその後東京に行って仕事をしてたんだけども、長男なもんで帰るタイミングかなと思って、で帰ってきて、で介護の仕事に就いて。楢葉町の社会福祉協議会に入って、で1年間
地域のことを学ばせてもらって、社協の方々が立ち上げる、ところに私も立ち上げから行って、で責任者として、現場とあとは、ソーシャルワーカーのお仕事をさせてもらって、地域に密着したね介護っていうものを、スタッフの方々、利用者に教えてもらったような気が。ちょっと落ち着かないと、やっぱりその人と人との交流だったりつながりだったりを強化する取り組み、はい、いろんな方から、ちょっと今になっていろんな方から言われるようになったりとか、僕がこの町の一番の魅力は類いまれなコミュニティだと思ってて、それはあの人知ってるよ、この人知ってるよ、知らない人いないぐらいの町で、そんな中で育ってきて、自然に人と人が声かけ合ったり励まし合ったりとかして、先輩方々を見てきているので、それを維持していきたい。もらったの。俺ももらったんだよな、近くの人。あれがね、農民さんからやっぱり美味しいよね。事務所が掘って、ちょっと一晩寝せて、硬かったでしょ。硬かった。で、オレンジジュースを混ぜて固めました。めちゃくちゃうまいよ。上のクッキーは松本健さんから。電話が来てて、おしゃべりしてるところに震災になって、お腹の中に9ヶ月の子がいたので、揺れが収まるのを待つしかないよね。階段で降りて会社に行って、で従業員が半分泣いてるような感じで、とりあえず今後どうするかっていうところじゃないですか。案の定第二原発からのね、10キロ圏内避難っていう指示はその後出たんですけど、我々はその前に5時ぐらいにもう出発して、朝の5時ぐらいにマイクロバス2台他何台かと平の小学校の避難所に行ったんですが、炊き出しを始めたら行列がものすごくできちゃって、物資も限られてたし、一人で何個も抱えちゃったりね、喧嘩があったりとか、あとはそうですね、そんな時に爆発が起きたりとか、とにかく映画を見てるような感覚では、人間がどん底に落ちるとこういうふうになるんだなっていうのはね、誰が悪いわけでもないのに、一つのもうしょうもないカレーですよ。カレーにね群がってですね、タイの大人たちが子供たちが見ているのに喧嘩をする。一度東京出たけど楢葉に戻ってきたのは、僕は楢葉っていうふるさとをやっぱり大事にしていきたかったから。いくら他の町にいても僕の心の中には楢葉町があって、どんないい町に住んでもやっぱ楢葉町があるんだなっていうのはやっぱり震災で分かったんだけど、楢葉町にやっぱり体を持っていかないと僕はダメだなってずっと思ってて、でも子供たちと、嫁はいわきで離れて暮らすようになっちゃうし、で会社も辞めなきゃいけなくなっちゃうかもしれないし、どっからどう手つけていいかが分からなくて、要するに課題の本質が分からなくて、やればやるほど空回りしてるというか、
その本質を探したいんだけど、どうやって探すのかもわからなくて、そんな毎日だったかな。南相馬市で鹿島区、原町区、小高区で、私が小さい頃は鹿島町だったんですよ。アルバイトをしながら予備校に行ってた頃なんかは海岸で暗くなるまで同級生とお話をしてましたね。海はよく行きましたね。小さい頃は家族と海水浴とかも、あったし、母が看護師をしていたので、やっぱり小さい頃から看護師になるのかとか、お母さんのようになるのかなんて言われながら育ってましたが、一度も看護師になりたいって言ったことは小さい頃はなくって。28？じゃあ来週行った時一緒に書きましょう。高校の三者面談で初めて家族にも先生にも看護師になりたいって言って看護師になりました。双葉厚生病院では婦人科だったり精神科といろんな科を経験させてもらって、7年8年ぐらいした時に震災が仕事中にありました。ストレッチャーを安全なとこに置いたのか抑えたんでしょうね。で、お風呂に入ってた患者さんが裸だったので、もうその辺にあったリネン庫からシーツをすごく持ってきてくるんだりっていう、もう本当に自分が何をしてるのかわからない状態でした。病室もナースステーションもめちゃくちゃだったんで、患者さんをとりあえず外に出そうっていうことになって、本当にシーツで患者さんを運んだりとか、使ったことのない非常階段を使ったりとかして全員外に出したって思ったところで、今度は津波が来るっていうふうに言われて、病棟は古いし水は垂れてるしっていうことで、離れてる精神科病棟だけが新しかったので、今度はそこの屋上に患者さんを全員搬送っていうふうになって、またみんなで運びました。震災から1週間自宅にいたんですが、1週間後南相馬市には支援物資が来ないということで、避難してくださいっていう話があったので、家族で話し合った結果、白河市に母の実家があって、そこには母の義理のお姉さんが一人でいるっていうことで、そちらの方に家族全員で避難しました。やっぱ
ぱり就職先ではこう被災してお金をもらってるんじゃないかとか、アパート代もかからないんじゃないかとか、いろいろそういうことも言われたこともありました。苦しかったなぁなんて思ったりします。他の人は家が双葉、浪江、大熊と本当に帰れないっていう人たちだったので、こう鹿島っていう家に帰れる自分はこうみんながこう辛いとか、双葉の人が集まって話をするっていう機会がすごく多かったんですけど、こう会話に入れなかったり、すごい自分よりみんなはもっと大変な思いをしている、身内を亡くしてたりもするっていうことで、すごく頑張らなければっていう思いが。同じ避難だけど、被災だけど違うのかなっていう感じで、すごくその当時みんなにこう辛いとか言えなかったです。でもせっかく見れるから続けてみた方が。なんとかそれでもこう 1,2 年いたんですけど、で慣れてきたななんて思っていた時に勤務部署の異動がありました。また新しい人間関係だったり、新しいことを覚えるっていうのが大変だったのか、なんかすごく気分が落ち込んできて寂しくなったり、いろいろ指導とかされててもそれがもう怒られてるような感じになって、ちょっと何か言われるとこう泣いてしまいたくなるような。空の色が違う、高さも違う、風の匂いも吹き方も違うんだし、大熊町生まれ、大熊町育ち、結婚して子供が生まれた時だけちょっと離れて8ヶ月ぐらい大熊町を留守にして、その以外は全部大熊町で過ごしていました。でも避難してくださいって言ってるから行かなくちゃね、集会所にって言うんで、したらちょうどうちの前のおばちゃんが「なんか 2,3 日だよね」って言って「だと思いますけどなんで避難するんだろうね」
じゃあとにかく行ってみるっていうんで、孫2人とうちの人と4人で集会場に行きました。3日いましたね。でもう次の日からもうお尻がねもうだんだん真っ赤になってきたなと思ったら、その次の日の夕方にはもう真っ赤になっちゃって、もうおむつ取り替えてもダメで、お尻拭きぐらいではダメで大変でした。でおむつも 2,3 日分しかなかったので、これやばいなと思ってたんですけど、買いに行くにも車がない、バスで来てるんで車がないし、じゃあ乗せてってもらって買ってこようかって言ったんですけど、お店にもなかった。もう多分戻れるかどうかわからないから、とりあえず孫がそんな状態なのでどっかアパート借りた方がいいということになって、アパート借りんのとかって、そんなに長くなんのって言うから、多分なっていう話だったのね。それで若松じゃなくて会津美里の方に探してもらって、原発のもう爆発絶対ないと信じてたものが爆発して、それでもって戻れない。原発に対する不安、放射能に対する不安、それによって戻れない。でそれがすごい頭にきたっていうか、なんか情けなくて怒りであって、夜もやっぱり眠れない、なんかだんだん心細くなってきて、ビールを飲んだら味がしない、味覚障害が最初はあれと思ったんだけど、だんだん感じなくなってきて、料理作るのになんか味がもう分かんないっていうのがすごい落ち込んできましたね。一番ひどい時にはちょうどアパートの後ろに湯川があったんですね。そこに行って川見てたら、なんかこのまま頭が痛いの取れないので、そこに入って静かにしたら、なんか痛いの取れっかなみたいな感じに妄想みたいになっちゃって、飛び込んだ方がいいんだみたいな。自殺する人がいっぱいいるけど、自殺するぐらいの度胸があるんだったらば何でもできるよねって、人のことはそんな話をしたりして思ってたので、でもその時はもうそのことしか考えられないんだと、もう死ぬことだけ楽になりたい、それしか頭になかったんだね。コロナが起きて我々の生活も、子どもたちがやはり学校に行けないとか、親が見なきゃいけないっていう状況が続いたので、どっちかが仕事を調整しなきゃいけない、そんな毎日だったから、だから僕も今までずっと考えてきたんだけど、思い切って会社を辞めようと。辞める前に判断したのが、楢葉町に戻って議会議員になろうと。鹿島に来て一緒になった同僚と
2ヶ月ぐらいしてからなごみの見学に行かないかっていうことでなごみの見学に来ました。双葉で働いてた佐藤所長もいてなごみの話を聞いたりで、その後も佐藤所長に連絡を取るようになって白川には帰りたくないんだっていう話をしたり、だからといって今の鹿島の病院で働きたいわけでもないんだっていう、やっぱりそこでまたどうしていいかわからない自分を佐藤所長に話せたんですね。なぜ鹿島に帰らないのかっていう気持ちがありながら帰りたいっていうことが自分で言えないっていたところにそういう話だったので、その時になごみ看護師募集しているよっていうふうに話を聞いてからなごみを考えてもいいのかなっていうふうに。みんなで会える場所もないし情報を交換することもないし、なんかそういう場所がないとじゃあなんかそういう場所作ればいいんじゃないみたいな話になって、そこから人集めをして名簿を作って1年10ヶ月ぐらいかかってやっと大熊町会津会25年の6月に設立。でもやっぱりどこかにふるさと会津にいていいのかなっていうのは、うちを建てたら消えるかなと思ったら消えなかったですね。孫と一緒にいられるんだから孫がいて何年生きるのかなっていうのを計算したら、会津で死んでもあと大熊に戻れば、死んでから戻ればいいんだ。相談しなくても大丈夫だったっていうのが返ってくると、お話を聞くのがすごく楽しくなってきて、同じ釜の飯を食べるみたいな感じでご飯を作って食べよう。本当に大したことないの。同じ共通の話題で話ができる。向き合ってる人っていうのはやっぱりとことん向き合うんだよね。楢葉町をもっと深く知ろうと判断をした瞬間に気持ちがスーッと楽になったというか、行ってみんなの顔を見て喋って、で散歩して歩きましたね。とにかく歩いたね。だんだん少しずつ、歩けるようになったっていうのかな、元気が出てきたと。私のレジデンスは大熊町会津会を立ち上げて、大熊町では顔も見たことない人もいたし話をしたこともなかった。でもその人たちと一緒に会津会を立ち上げて10年目になります。帰ってきて落ち込んだりとかもあったんですけど、そういう時なごみのスタッフに相談ができて、こういう風にしちゃったんですけどって、その時はそれがいいと思ったんだよねって言ってくれるんですよね。間違ってたとしても。自分らしく働ける場所が見つかったっていう頑張りを認めてもらえたり、弱音を吐ける場所が、なごみという居場所ができたことが私のレジリエンスだと思います。僕はレジリエンスですって言いたいけど、乗り越えたわけじゃないから、乗り越えるっていうのはどこかもわからないから、向き合っていることが僕はレジリエンスです。それっていうのは
いろんな方法を試すとか、すっごい落ち込むとかね、でいろんな人にそれをしゃべるとかね、でそれが向き合ってるっていうことなのかなとは思うんだけど、困難にぶち当たってもその困難ととことん向き合って、とことん本質に向き合っていることが僕はレジリエンスです。レジリエンスは痛みや悲しみを感じない強さではありません。人は誰しも痛みや悲しみを経験します。そしてその経験は消し去られることなく、その人の中であり続けます。過去を抱えながら人生を歩んでいきます。あなたのレジリエンスを生み出すものに決まったものはありません。それは故郷であったり、仲間であったり、生きる意味であったり、あなたのレジリエンスは何か考えてみてください。